もかつ時間の記録 Vlog。今回は食玩キットの製作です。超導アルファウルトラマン12シリーズからウルトラマンジョーニアスを開封、組み立て、塗装まで一気に見ていきます。超導アルファウルトラマンシリーズはバンダイキャンディー事業部が展開する食玩アクションフィギュアシリーズです。2022年からそれまで展開されていた超導ウルトラマンをリニューアル、超導アルファウルトラマンとしてスタートしました。旧シリーズから光線エフェクトや武器など付属品を強化、関節構造を見直し、ポージング性能が向上、塗装や造形のクオリティアップ、拡張パーツとの連携を重視したラインナップ構成といった改良がなされました。ウルトラマンジョーニアスは1979年放送のアニメ作品ザ・ウルトラマンに登場する主人公のウルトラマンです。アニメならではのダイナミックなアクションやスピード感あふれる戦闘が魅力です。まずはキットの開封から。封入されているのはボディ、手の交換パーツと頭部です。メタリウム光線 B タイプのエフェクトパーツが入っていました。今回は拡張パーツのボール状 A タイプも入手しました。組み立てます。両手グーの手のパーツで組んでいきます。右左と腕部に取り付けていきました。手のパーツは左右で接続部の太さが異なるので管理の際には要注意です。頭部をジョイントします。頭部のはめ込みは若干硬い印象。はめ込みには少し慣れが必要です。フロントビューからリアビューです。手のパーツを乾燥させてポージングです。さらに2本指のパーツに乾燥してフロントビューからリアビュー。こちらはプラニウム光線 B タイプのポーズで。拡張パーツのプラニウム光線 A タイプです。塗装に向けミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き付け、マットな質感の下地を作っておきます。続いて追加塗装です。このウルトラマンジョーニアスは首元、背中、股関節、膝関節パーツが主に未塗装箇所あり、手のパーツなど赤パーツのディティールには液体塗料の流し入れをしています。ベース塗装です。パレホのモデルカラーホワイトグレーという塗料を使いました。追加で色分けする箇所に塗っていきます。ひと手間ですが、この後の色ののり、塗装効率を考えると重要な工程なので、色分け箇所に漏れなく塗っていきます。下地になって目印になれば十分なので、水で溶いて薄く塗っていきます。パレホモデルカラーホワイトグレーは下地塗装に非常に適したカラーです。純白ではなく、わずかにグレーが混ざった明るい色のため、白よりも隠蔽力が高く、ムラになりにくいのが最大の特徴です。発色の弱い黄色や赤、オレンジなどを塗る前の下地として使うと、少ない塗り重ねで鮮やかに発色しやすくなります。また、ホワイトグレーは真っ白ほどコントラストが強くないので、上から塗る色の発色を自然に引き出しやすく、フィギュアの筆塗りにも扱いやすい色です。水性アクリル塗料ならではの伸びの良さもあって、薄く数回に分けて塗ることで滑らかな下地を作ることができます。特に黒や濃い成型色のパーツへ明るい色を塗る場合には、いきなり白を重ねるよりもホワイトグレーを下地にした方が塗膜が安定しやすく、結果的に塗装時間の短縮にもつながります。そして今回はメタリックではなく、アニメのウルトラマンらしく白が仕上がりカラーになるので、同じくモデルカラーのホワイトグレーを上塗りしました。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。このペイントで使用した塗料はこちら。仕上げ工程です。ウォーハンマーカラーのコントラスト、ブラッドエンジェルレッド。水で溶いてディティールに流し入れるように染め塗りしました。陰影が出せて質感が高まりました。各種手のパーツには全てこの塗料を使いました。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、
下地の色を気にせずに塗ることができます。さらにはみ出し箇所の補色対応としてゲームカラーのブラッディレッドを使用しました。鮮やかな赤カラーでパレフォト量では最も重用している赤です。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け乾燥させて完成です。色塗り終わったパーツを組み立てます。右腕、左腕と順に手のパーツを取り付けます。素組みの際と同様にグーの手のパーツから足、腕の位置、向きを微調整します。これにて本体は完成です。フロントビューからリアビューです。手のパーツを乾燥させてポージングです。さらに2本指のパーツに乾燥してフロントビューからリアビュー。こちらはプラニウム光線 B タイプのポーズで、拡張パーツのプラニウム光線 A タイプです。これまでの制作記録からちょうどアルファウルトラマン13のシリーズでキット化されたウルトラマンキングです。初登場はウルトラマンレオのシリーズにて、賢者の威厳を感じさせるフォルムとデザイン、なかなか珍しいフィギュアキット化でした。続いてはちょうどアルファでは14のシリーズでキット化されたウルトラの母、マザー・オブ・ウルトラです。ウルトラマン太郎で初登場、ウルトラ兄弟の実母で、女性戦士らしい丸みと温かみのあるデザインが特徴です。マザー光線、拡張パーツでパワービームが再現可能でした。最後は今回のジョーニアスと同じちょうどアルファ12のシリーズでキット化されたウルトラマン80です。サクシウム光線は80最大の必殺技。L 字型に組んだ両手へのエネルギーを集中させ発射します。ということで今回は食玩キット製作ちょうどアルファウルトラマン12シリーズからウルトラマンジョーニアスの製作、組み立て、そして本体パーツへの塗装を見ていきました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。